小型犬、大型犬、狩猟犬、愛玩犬、牧羊犬。本当にいろんな犬種がいます。僕も18年間フレブルを連れてたくさんのワンコと巡り合ってきました。その出会いを思い返してみると、やっぱり相性が合う、合わないっていうのがあるんだなぁと感じます。三部品のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。今回はフレブルと他の犬種との相性の話をしようと思います。毎日散歩したり、ドッグランとかで遭遇したりする中で、僕が18年間で感じてきたフレブルとの相性の良さと悪さを、僕の全くの主観で、独断と偏見を持ってお話しします。なので異論反論もあるかと思いますし、他の犬種のね飼い主さんからしたら失礼しちゃうって思われるかもしれませんが、そこはどうかご容赦ください。まず前半では相性がいいなと感じている犬種について、そして後半では相性が悪いかなと感じている犬種についてエピソードなんかをね絡めてご紹介します。どうぞ最後までご覧ください。最初にフレブルが他の犬種や飼い主さんからどう見られているかっていうのもねあると思いますんで、その辺をねちょっと触れておきます。これもね独断と偏見なんですけども、フレブル自体っていうのは変な犬、ちょっと怖い、うざい、勢いがすごいとか、これ性格にもねよりますけど、やっぱりあんまりおとなしいっていうイメージはね持たれてないんじゃないかと思います。あとフレブルの飼い主さんについてもですね、どんなイメージ持たれてるんだろうなって思うと、多分ですよ、変わった人が多いなってねイメージ持たれてるんじゃないかと思うんですね。よく言えば個性的で、悪く言えば変人ですね。でも最近はフレブルもね人気があるんで、飼ってる人もねたくさん出てきてますんで、そういうイメージって薄まってきてるんじゃないかって思うんですけど、20年くらい前はね、どうもねそんな目で見られてたんじゃないかなって思います。これは大きく外れてはないんじゃないですかね。それでこんなフレブルと相性がいい犬っていうと、まずは大型犬です。ラブラドールとかゴールデンとかバーニーズとか。大型犬はフレブルがこうダーってね近寄っていっても過剰にね反応しないですし、余裕で受け入れてくれているね印象があります。これはねやっぱり日頃からしつけとかもね厳しくされてるからなんでしょうけど、ちょっとしたことにね動じない、落ち着きがある、そんなのがあるんでしょうね。でもフレブルはこう結構しつこいじゃないですか。でしつこくやると大型犬もね怒っちゃうっていうパターンはねありますけどね。ちなみにねうちのボンはね普段はね犬にね興味がないんで全く吠えないんですけど、大型犬だけはね別で吠えるんです。近寄ってって吠えるだけでそれ以上ね何もしないんですけど、大型犬からはねいつも軽くねあしらわれてますね。それと大型犬のね飼い主さん、これもね同じように落ち着いてるイメージがねあります。犬文化へのね理解が深いっていうか、
犬同士のね距離とかをねよく分かってらっしゃる感じで、どこまでがね OK かっていうね線引きもあるんでしょうね。で逆にねフレブルがそれないんで、ほんとこちらがね申し訳なく思うことっていうのがね多々あります。次に相性がいいなと思うのはチワワです。ってね思われる方もねいるかもしれないんですけど、チワワってフレブルをね怖がらない子がね結構多いんじゃないかと思うんですよ。まあほらチワワってねよく噛みついてくるっていうねそんな話もね聞くんですけど、気の強さじゃないですか。でフレブルとね怠慢するみたいにねこう近づいてきたりね離れたりねっていうねそんなことするんで、フレブルもねなんかこうそういうの感じるのかちょっとね逆にねビビったりしますよね。だからそういうねなんかやり取りみたいの見てるとねそうそう悪くないなって思うんですよ。であとねチワワの飼い主さんも結構こうざっくばらんで危ないから近づけないようにするとか抱き上げちゃうって、そんな人はねあんまりね見かけないんですよね。なんかねむしろねチワワにほら行ってきなさいみたいな感じでね、そういうのをねむしろね楽しんで見てる人がね多い印象があります。これ特に多頭飼いの子はねなんか積極的でね暴れん坊がね本当多いようにね思います。なんかスイッチの入り方みたいのがフレブルとね少しね似てるんかなって、そんな印象なんですよね。あとは相性がいいというか悪くないのは僕が思うにはコーギーですかね。あんまりね親しくね遊んだりねお友達がいるとかっていうのはないんですけど、散歩してたりするとフレブルをね嫌がらないでね近寄ってきてくれる子って結構ねコーギーがね多いなって感じです。今度は僕がフレブルとちょっと相性が悪いかなと感じている犬種ですが、その筆頭は柴犬です。これはうなずいてるねフレブル飼い主さんがね結構多いんじゃないでしょうか。もうこれお互いにねダメですよね。フレブルはこう正面からバーってね近寄っていくんですけど、それをねなんか見てる牙をねって向いてね威嚇するのがね柴犬なんで、ダメだってもう思いますよね。僕がね出会ってきた柴犬もね大体ほとんどねそういう反応でした。ちなみにうちの近所で飼われているのは柴犬ばかりです。だからニアミスしないようにお互いに気をつけて散歩してます。ただ柴犬の飼い主さんは気さくな人がね多いんですよね。たまにね遭遇してしまうとねお互い挨拶して少し話でもなんてね思ったりするんですけど、犬同士がね吠え合っちゃうんでねそれじゃあって別れることばっかりですね。柴犬とフレブルはね、やっぱりこう分かり合えない関係なんだなって思いますね。次にね相性が良くないなって思うのは可愛い系御三家、トイプー、ミニチュアダックス、ポメラニアンです。でもこれ実はね犬同士の相性っていうよりももしかしたらね飼い主同士の相性なのかなって気がちょっとしてます。僕のねこれまでの経験上多いねエピソードとしてはドッグランでの出来事ですね。これ2つあります。で1つはフレブルがねドッグランにね入場した途端に出て行ってしまうってことです。うちが3匹もね連れているからっていうのもね原因なのかもしれないんですけど、あからさまなんでねあんまりねいい気分ではないです。これはドッグカフェとかでもねそんな雰囲気を感じるんで、なんかこう居心地がね悪いなってありますね。もう一つは体重ごとにエリア分けされているドッグランで文句をね
言われることです。大体がね、小型犬か大型犬かっていうので分かれるじゃないですか。すると区切りはね、体重が何キロかってことなんですけど、大体10キロか15キロで区分けされるんですよね。で10キロならねまだいいんですけど、15キロの時ってね、フレブルって15キロある子ってなかなかいないんで、小型犬のエリアに、ね、なるんですよね。でそう思って小型犬のエリアに連れて入っていくと、近寄ってきてね、こっちは小型犬エリアですよとか、あっち行ってくださいってね言われたことがね何度かあります。なんかこれはね、なんかすごい寂しい気持ちになりました。でそういうのもあってね、最初から大型犬エリアにね僕も入れてしまうことがあるんですけど、そういうフレブル飼い主さんってねやっぱり少なくないんじゃないでしょうか。正直に言うとね、これフレブル飼い主さんならね共感してくれる人もね多いと思うんですけど、可愛い系御三家とは犬同士っていうよりやっぱり飼い主さんとのね距離なんじゃないですかね。ドッグランでもドッグカフェでもね、散歩でもなんか歓迎されてないのかなっていうね、そんなシーンをね僕はやっぱりフレブルとね18年で何度もね経験してきました。もちろんねみんなそうってわけじゃないですよ。もういい方もたくさんいらっしゃいます。でもそういう経験をね何度も重ねているうちにね、やっぱり犬同士の相性っていうより犬に対する価値観とか可愛いのね基準がねやっぱり少し違うのかなって思うようになりました。その違いがお互いに自然と距離をね生んでしまっているのかもしれません。やっぱりフレブルって怪獣みたいなね犬なんで、好き嫌いってやっぱり分かれますよね。僕も含めフレブル好きっていうのは実はそういうところがね好きで、ものすごくたまらないわけじゃないですか。だから分かってほしいとは思わないけれどっていうねとこはあったりするんですけど、ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんでここら辺でやめますね。すいません。さて今回はフレブルと他の犬種との相性問題と題していろいろとお話しさせていただきました。他の犬種といっても今回同じ鼻ペチャ系をね取り上げなかったんですけど、ボストンテリアとかパグとかペキニーズとか、この辺りとのね相性って実はね僕あんまりね考えたことなかったんです。これね僕の中ではねこの手のね鼻ペチャ系ってみんなねお仲間ってくくりで、言ってみれば親戚みたいなね感じがしてるんですね。イングリッシュブルドッグでもアメリカンブリーでもね、体の大きさが違うだけで相性云々っていうよりももうただの性格の違いみたいな、そんなね捉え方をねしてるんです。だからそう考えるとあれですね、これ全部に言えることなんだと思うんですけど、犬種っていうより本当はやっぱり性格なんでしょうね。その子の皆さんの周りでも他の犬種との相性についてのエピソードなんかありましたら、ぜひコメント欄で聞かせてください。また少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。